ゲームショーに出演中だと想像してください。1周目ですでに1000ドルを獲得し、ボーナスのチャンスを引き当てました。さて、ここで選択です。確実に500ドルのボーナスをもらうか、コインを投げるかです。表が出れば1000ドルのボーナス、裏が出ればボーナスはありません。2周目では所持金は2000ドル、そこでペナルティを当ててしまいます。ここでもう一つの選択です。500ドルの損失で手を打つか、コイン投げで運を試すかです。表が出れば損失はゼロ、裏が出れば1000ドル失います。もしあなたが普通の人なら、1周目では確実にボーナスをもらう方を選び、2周目ではコインを投げる方を選ぶでしょう。でもよく考えると、これは全く理にかなっていません。この2つは確率も結果も全く同じだからです。では2つ目の選択の方がずっと恐ろしく感じるのはなぜでしょう。答えは損失回避と呼ばれる現象です。合理的な経済理論で考えれば、意思決定をするときは単純な数学的計算を行い、かけられる量に対するリスクの大きさで判断すべきです。しかし研究によると、たくさんの人にとって何かを失うことが人間心理に与えるネガティブな効果は、同じものを得ることで受けるポジティブな効果の約2倍強烈なのです。損失回避とは認知バイアスの一つで、ヒューリスティックス、つまり厳密な分析よりも過去の経験や直感をもとに手短に答えを出す方法に根ざしています。頭の中で近道をするようなもので、この選択は恋に落ちたりバンジージャンプをするのとは違い、簡単に誤りであると証明できる論理的な誤謬です。この思考法、確率が関わる場面には全く向かないことで知られています。例えば4面が緑で2面が赤のサイコロを20回振るとしましょう。面の出るパターンを次から選んで、見事その通りに出たら25ドルもらえます。どれを選びますか？大学生を対象としたある研究では、被験者の 65% がパターン B を選びました。A の方が短い上に B に含まれており、当たる確率が高いのにもかかわらずです。これを連弦錯誤と言います。緑が出る回数はもっと多いはずと考えて、より確率の低い選択肢を選んでしまうという脳の錯覚です。ヒューリスティックスは数学全般の扱いも大の苦手です。ある実験では学生を2つのグループに分け、グループ1にマハトマ・ガンジーが死亡したのは9歳より前か後か、グループ2にはそれが140歳より前か後かという質問をしました。両方とも実際とはかけ離れた数字でしたが、実際の死亡年齢は何歳だったかという次の質問に対し、グループ1の回答の平均は50歳、グループ2では67歳だったのです。最初の質問に含まれる情報が明らかに誤りだったことはここでは関係ないはずですが、それでも回答に影響したのです。これはアンカリング効果といって、マーケティングや交渉などで相手が払ってもいいと思う金額を上げるのに使われます。このように様々な間違いの原因となるヒューリスティックスがそもそもなぜ存在するのかというと、なかなか便利でもあるからです。人類の歴史の大部分において、限られた情報で素早く決断することが生き残る鍵でした。あらゆる可能性を論理的に分析する時間がないとき、ヒューリスティックスで命が助かることもあるのです。しかし現代の環境では、はるかに複雑な判断が求められます。その判断は私たちが考える以上に無意識の要因に左右され、医療から教育、金融、刑事司法まであらゆる物事に影響を及ぼしているのです。ヒューリスティックスのスイッチを切ることは無理でも、その存在を意識することはできます。数字や確率が関わる複雑な状況で一瞬考えてみましょう。直感で出した答えは間違っているかもしれませんよ。チャンネル登録お願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。